皆様こんにちは。はじめチャンネルサブチャンネルへようこそ。今回はマレーシアの永住権について説明させていただきます。今、海外移住ということでマレーシアを目指す方が増えています。マレーシアではそのような方のためにマレーシアマイセカンドホームプログラム MM2H というものを提供しています。この場合、あくまでも期限が定められた移住になるんですけれども、アメリカのグリーンカードのような無期限の永住を行うための資格もマレーシアでは提供しています。この動画ではマレーシアの永住権について MM2H との違い、現状、そして私がどのようなプロセスで永住権を取得したかということについてお話しさせていただきます。MM2H、レジデンスパス、スチューデントパス、ワークパスなどといった長期滞在のパスを取得してマレーシアに住む方は多いと思うのですが、永住権となると結構珍しい部類になると思います。マレーシアに入国する場合、ビザまたはエントリーパーミットというものを取得して入国しなければなりません。そしてビザを取得しただけでは実際マレーシアに住むことはできなくて、パスというものをその上に取得しなければなりません。このパスというものが MM2H パスだとかレジデンスパス、ワークパス、ソーシャルパスなどと呼ばれているものにあたります。私の取得している永住権の場合はビザでもパスでもなくて違うカテゴリーなんですね。エントリーパーミットというカテゴリーなんですけれども、日本語で言うと上陸許可というものです。マレー語でパルミットマソと言います。永住権の場合、かなりの権利が与えられており、選挙や政治活動などは厳禁なことを除きますと、例えばシャリカットっていう有限会社を開設することや、他で言うとタクシーなどの二種免許を取得できたりなんかもします。グラブなんかもできるということですね。永住権者はパスポートの所持は必要なくて、赤色の IC カードを持つことが義務付けられています。銀行などの公的機関ではその IC 番号を使って登録するんで非常に便利です。マレーシアの出入国はマレーシア人用の有人カウンターで行います。自動でないカウンターってことですね。普通マレーシア人は自動カウンターを使うんで、有人カウンターはいつもガラガラなんで結構便利してます。ここで永住権と MM2H やレジデンスパスなどとの大きな違いが2つありますので説明させていただきたいと思います。一つ目は取得にかかる料金が全然違うことです。MM2H ですと渡航費、エージェントなどのサービスとか全部除いて純粋にパス10年間発給してジャーニーパフォームを払うとだいたい1500リンギットかかります。日本円で約3万5千円ってところですよね。最低ですよ。永住権の場合、無期限の発給、それからジャーニーパフォーム、IC 発行、それからフォローアップに3リンギットかかったりとか、そういった全部入れても150リンギットってところなんですよ。日本円で高く見積もって4000円しかかかりません。この4000円というのは実は値上げ後の料金なんです。以前では全部込み込みで入れて100リンギットかからないんですよ。このように永住権っていうのは MM2H の10分の1ぐらいのコストで取得できるというメリットがあります。2つ目はこれ資産を動かすことに関わるんですけれども、マレーシアでは銀行口座っていうのはインターナルっていうのとエクスターナルっていう口座のカテゴリーがあって、マレーシア国民と永住権者っていうのはインターナルアカウントに分類されます。ですんで取得前はエクスターナルで取得後はインターナルに移るんですよね。このインターナルとエクスターナルの違いっていうのはざっくり言って海外への大きな額を送金する際にセントラルバンク、つまりバンクネガラこのガイドラインが違うんですよ。MM2H の方は銀行口座のステートメントをよく見ていただくとわかるんですけれども、外国人の場合エクスターナルって書かれてます。ガイドラインについては専門家に聞いていただきたいんですけれども、外国人にとってはエクスターナルの方が送金限度額の面において有利な場合があります。私のような庶民っていうのは巨額のお金を海外とやり取りしないんです。つまりマレーシア対海外ですね。でももし視聴者の方の中で永住権を取得をお考えになっている方で
数千万円単位のお金をマレーシアと外国を頻繁に行き来させるようなことを行いたいと思っている方は、この点をよく注意してください。この2つ以外にも違いはあるんですけれども、私が知っている限りで大きな違いっていうのはこの2点ですね。マレーシアの永住権取得についての現状をお話しさせていただきます。永住権の取得についてのガイドラインは今まで何回か見直されておりまして、現在ではカテゴリーごとに分かれてポイントを計算して合格点に達した人が申請ができるというふうなシステムになっています。カテゴリーとしては投資家、特殊技能を持った特に医療やバイオなどの専門家のカテゴリーが追加というか、はっきりガイドライン化がされました。マレーシア人を家族に持つ人についてもポイント計算方法がはっきりしています。しかし、それをクリアして申請にこぎつけたとしても取得できる保証は全くありません。難易度としてはかなり高いと思いますし、フォローアップの仕方を知らない方が諦めてしまうっていうのがほとんどなんだと思います。永住権の申請にはエージェントが介在できません。よくインドネシア人がエージェントを使うという話を聞きますが、まあ詐欺がほとんどだと思います。なぜかっていうと、エージェントの入る余地がないんですよ。カウンターには本人とマレーシア人の推薦人が必ず行かなければならなくて、その本人たちで全てが完結しちゃうんです。なのでエージェントが入る余地は全くないんです。それでは私がどのようなことを行って永住権を取得したかということについてお話ししたいと思います。私は2回永住権の申請をしています。1回目は確実なリジェクトをもらいました。2回目で永住権が取れました。1回目の当時はポイント制ではありませんでした。イミグレーションの永住権用カウンターに行くと申請は普通に受け付けてくれました。申請をすると大抵の場合このようなリジェクトの手紙が送られてきます。ここにドゥカチタってありますよね。これは決まり文句で残念なということを意味します。何か最終判断をしたときにこういったものが付けられるんですよね。良い判断の時にはスカチタとなります。なのでこの書類にドゥカチタがありますからリジェクトということですね。ここをご覧ください。実はこの部分が非常に重要で、イミグレーションアクト、イミグレーション法ですね。それにも書かれておりますけれども、リジェクトに不服の場合、30日以内に内務大臣にアピールする権利があります。イミグレーションアクトの本にはね、さらに書かれていて、そのアピールについて内務大臣の判断が最終判断であるというふうに書かれてあります。1回目の申請の際なんですけど、このアピールレターを送るのが1週間ほど遅れちゃったんですよ。その結果、大臣の秘書からアピール遅延による申請拒絶判断の手紙が送られてきました。永住権の再申請というのは最終拒絶通知の日から1年を経過した時点で行うことができます。別にブラックリストに載ってるわけでもありません。普通に行ってください。それでその日を待って再度申請に行ってきました。その当時、まだポイント制度は導入されてませんでした。そして前回同様受理してもらえて、リジェクトの手紙も同様にやってきました。アピールレターについては重要だということが分かっていましたので、あらかじめ作成しておきました。書く内容としてはね、なぜ永住権が必要なのかということなんですよ。この内容をね、いろいろしたためました。その書類は残ってないんですけど、具体的には結婚して何年が経ち、子供が何人いて、今後マレーシアの学校に通う必要がある。これ重要な理由になりますよね。それから余計なことなんですけど、田舎の家族との関係が良好で、十分マレーシアの文化を理解しているといった内容のものを書きました。書き方としては、紹介人の目で見た申請者を書いてもらうのが一番いいと思います。ここでマレーシアのイミグレーションの組織についてちょっと説明させていただきます。この理解があるのとないのとでフォローの仕方が全然違うんですよ。まずマレーシアの内務大臣の下にはこのような組織があります。注目していただきたいのは、イミグレーションは2つに分かれているという点です。私が書類を提出したカウンターは
この部署に当たります。でも、永住権はこの部署に当たります。なぜここに当たるかっていうとですね、この隣に国民登録の部署っていうのがあるんですけれども、この2つを合わせて国の内務をコントロールしてるんですね。申請はこの部署なんで、この部署は受け付けて自信がある、この人大丈夫だというようなものだけ、このようなルートで回していきます。自信のないものはリジェクトしますよね。なので、私がいただいたリジェクトレターはここからのものになります。そして、アピールレターを書きますよね。で、アピールレターの送り先はここなんですよ。わかります？その後、ここに降りてきます。そして、ここからこの部署に対して申請書類一式を請求して持ってきて審査を行います。ではもしイミグレーション、この部分ですね、ここでアクセプトされた場合どうなるかっていうことですけれども、流れはこのようになりますけれども、受け付けたけどなんか自信ねえなっていうようなものがあったら、ここで寝ちゃいますよね。なので、申請のリジェクトレターをもらって内務大臣にアピールするっていうのは、ポトン9に当たるんですね。下手に申請がアクセプトされるよりも、リジェクトされた方が効率いいというのが私の考え方です。このようなことを知らない方が結構いらして、アピールをしなかったっていう話をよく聞きました。いずれにせよ、カウンターで受理されることがまず第一関門になります。よくある例なんですけど、カウンターが受理してくれなかったってことがよくあるんですね。書類不備だとか、ああだこうだ言われて、もう一度来てくださいって言われて、ああこれは意地悪だななんて勝手に誤解してですね、行かないんですよ。行ってください。アピールをした後、しばらくすると、こういった手紙が送られてきます。この手紙は、アピールが受け付けられたということの手紙です。ここからが根気のいるフォローアップとなります。今はスピードアップしているのかな？ちょっとわからないですけれども、基本的にはフォローアップの手紙を書いたり、今どうなってますかっていう手紙を書いたり、カウンターに行ってどうなってるかって確認したりもします。ここでもう一度組織図を見ていただきたいんですけれども、フォローをする先というものをよく理解してないと失敗します。フォローを行うのはこの部署なんです。こっちの部署に行っても扱ってはくれますけれども、全く拉致が開きません。カウンターに行って確認するのも、このカウンターに行かずに、ここのカウンターに行ってください。この部署はね、プトラジェアルにあるんですけど、普通のイミグレーションの建物とは全く違う場所にあります。山の上なんですかね。普通のところっていうのは山の下で、この部署は山の上だったと思います。この部署へフォローしていくんですけれども、永住権が受け付けられる頃になるとね、ここの申請したカウンターから呼び出しを受けます。パスポートや今の現状などを最新のものに更新してくれっていう、この作業が行われるわけですね。そしてその後じっと待ってると、このような手紙が送られてきます。これが待ちに待ったね、アプルーバルの手紙なんですよ。6ヶ月以内に現状のアップデートを行ってくださいということが書かれています。添付の注意事項として政治活動は現金だということも明記されています。そしてじっと待ってるとプトラジャヤの普通のイミグレーションカウンターに呼び出されて、パールミットマソっていう出生証明書のようなものが渡されます。今まで使っていたワークパーミットなどを使わないでもマレーシアに生活できるようになります。このパールミットマソをもらうときに、さっき言った最新の情報をアップデートすることになります。しかしね、これでまだ終わらないんですよ。IC の申請をしなければならなくて、パスポートやパラミットマスを持って国民登録局に行って IC の申請をします。そこからね、3ヶ月かかるんですよ。その場じゃないんですね。3ヶ月ぐらいで赤い IC がもらえます。このようにお分かりだと思いますが、永住権というのはカウンターの受理がまず登竜門で、その後はじっと我慢と地道なフォローアップになります。
私からすると MM2H の方がずっと楽だと思います。こういったね、コロナの期間でね、1年とか申請できない期間あるんですけれども、永住権は10年越しで考えた方がいいです。なんで、永住権を取るにはそれなりの覚悟をして取られるといいと思います。今回はマレーシアでの永住権と他の長期滞在許可の違いを説明させていただき、永住権取得の現状、そして私が永住権を取得した時の流れなどを説明させていただきました。参考になったと思われる方は高評価ボタンをね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。